こんにちは、西垣正信です。今日はどんな楽器でも音楽はできるという趣旨で話をします。今までこの初級講座にはいろんな質問をいただいたのですが、その中でも多いのが、音楽には良い楽器が必要ですよねとか、どんな弦が良いですかという、ものについての質問でした。その気持ちはね、本当によくわかるのです。ものというのもとても大切なことだし、大切なものですね。僕はそれが音楽が職業なので、持っている楽器は全部が全部自分がとても気に入ったものだけです。弦、つまり糸もとてもこだわりますね。仕事ですからね。結果200年ほどを経た楽器ばかりがあります。そういう楽器を愛用しています。でもどんな楽器でも音楽はできます。僕は難度のギターと呼んでいるのですが、難度わかるかな。トランクルームって言った方がいいのかな。押し入れって言った方がいいのかな。皆さんのおじい様やおばあ様やご両親が若い頃に、例えば禁じられた遊びを弾こうとして、あそこで挫折されて押し入れにしまわれたままになったギターがもしもありましたら、ぜひ発掘してあげてください。それを今日試してみます。ただ僕はそんな昔に日本で量産されて安かったギターを持っていないので、一昨日友人の古楽器制作家平山照明さんの工房にお邪魔して転がっているギターを拝借してきました。これですね、1950年代後半ぐらいなんでしょうかね。物がない時代に一生懸命作ったんですね。でラベルももう読めません。でその時代でも決して上等の楽器ではなくて量産の楽器、大量に作られた楽器の一台ですね。表板もお世辞にも立派ではないし、裏板は合板ベニヤに楓をかぶせたものですね。今古物屋さんに持ち込んでも値段がつくかどうか難しい。でもこれを見てるとね、これを作られた昔の工場の、職人さんや一生懸命にこの楽器で練習をされた人たちのなんかとてもいい匂いがします。で埃を拭って弦を張りました。でもまた弦も上等の弦ですかと聞かれると困るので、今手に入る一番安いと思う中国製の弦、これ6本セットで500円もしないんだそうです。すごいね、すごい値段だ。これでもこの組み合わせでも十分に音楽は始められるという今日の私の主張です。こういうことは多分日本の伝統茶道だとかそれでも同じことがあるでしょうね。もちろん立派なお茶碗も欲しいけれども、なくても大切なことは心持ちですね、きっとね。でも短絡はしないでくださいね。決して高い上等の楽器や弦は意味がないとかということではありません。そういう対立を話しているのではありませんからね。どんな楽器でも大切にしてあげればいい音がしますよっていう話です。とりわけ親しい方が弾かれた楽器を受け継ぐ、これは楽しいことです。でどんな楽器でも音楽はできると言いたい、それだけです。どちらが優れているか、どちらが得かなどという下びた趣旨ではないつもりです。音楽っていうのは比べるとか誰がうまいとか値段がいくらとかという現代の経済の論理からは遠い世界ですね。ですから大切なことはまず音楽を始めることです。こんにちは、西垣正信です。今日はスカラーティのソナタからとても単純な小さな曲でよく親しまれている曲を一曲解説します。
昨年こういうスカラッティのドメニコ・スカラッティの15のソナタのギター版を出版したんですが、かなりの作品がちょっと難しいよって、いう意見をいただきました。でも弁解するとカーク・パトリックの32番とか34番は子供のために書いたのでアマチュアの方でもすぐに弾けると思います。であとはね、どうしてもトリルっていうのはこういう復元のトリルが入ってくるので、これはある程度のテクニックがないと難しいんだけれども、実はこのトリルのほとんどは単純なアポジャトゥーラって言いますね。例えばこういうトリルをこういう長い音符に分けてしまうわけです。ミレって書いてあるのをミレって書いてあるのをミレにしちゃうわけですね。これアペダトゥーラ。これで全然問題ないんです。でスカラーティ自身もそういうふうに書き直している部分もたくさんあります。でそれで音楽の構造とか雰囲気が変わることもあまりありません。だからそのアペジャトゥーラに書き直せば誰でも弾けるっていう曲を今日は解説してみます。それはカーク・パトリック番号の322番です。とても親しまれている曲です。4分の4で書いてある場合もあるんだけど、これアラブレーベ2分の2ですね。といってもこの2分音符が出てくるのは最初の3つの音だけなんです。これだけ低音はねいつも2分音符なんだけども、旋律で出てくるのはこの3つ頭の音、しかもこれしか出てこないってことはあと1回も使われないんです。これがスカラティの特徴なんです。最初にとても印象的な美しいものを出してもそれはあっさりと捨てられます。これはバッハとかベートーベンにはありえないことです。もう地中海の人間の気質ですね。だから分析のしようがない部分があるんです。もうひらめき、自分がこう美しいと思ったんだからいいじゃないかという世界です。だから今日の解説はとても簡単に終わります、きっと。で最初3つの音、これは問題になるのはアーティキュレーションとかアーティキュラシオンとか言ってますけれども、ミの音、例えばハウハウハってつなぐのか、ハウハウハって切っていくのか、パッパッパって切るのか、バッバッバッって切るのか、こういうのを大まかにアーティキュレーションって言います。これ今みたいに言葉を入れるとアーティキュレーションはとっても理解しやすいと思います。でそれプラス例えば音を切る時もこういうふうに切る場合とピッと切ってしまう場合とふわーっと柔らかく切っていくのとで全然音が違うわけです。それプラス途中で音程がちょっと変わってきたり、これも一種のアーティキュレーションになるわけです。でもそんな難しいテクニックが使えなくてもアマチュアの方はこんなふうに喋ってるつもりと思うだけでそういうふうに聞いてる人には聞こえます。本当に聞こえます。だからこういうふうに喋ってる気持ち、特にこの2分音符はね、僕自身はちょっと言うのは恥ずかしいけれども、これはもう子供の時に近所に「誰々ちゃん遊びましょう」ってこう呼びかける。だからこれはもう2回言われないわけです。もう子供の世界です、これは。で「なでたたててどしどでき」楽譜ではドミレシミレってなってるんだけど、これはレシが伸び続けてここまでつながります。ドディレシレレドドディレシ。でちょっと戻るとドミレシレシ
って下に下がります。同じ旋律を上に上げて喋ります。レシレレド。次は上に上がります。シファララソと上がる。そしたら次ね、きっとシファラって下に下がると思うじゃない。それがこれも上がっちゃうわけね。多分スカラティさんにこれはなぜだって聞いても答えないと思います。そう感じたんだからそう書いただけ。そういう世界です。ここからずり上がってきます。ここのね、何小節だろう、18小節の最後の拍から次の19小節のこの頭、これもちろんシェレファラの和音で、これはドミナントのドミナント、ダブルドミナントですね。二次ドミナントって言ってるのかな。こう弾けば分かるんだけれども、こういうふうに聞くとこういう響きが残ってとっても不思議な響きが聞こえます。美しいんだよね。ここでも一体何を弾いてるのかちょっと分からない。ここでやっと正体が見えてくる。ここの下りの音階はちょっと難しいかもしれないね。無駄なよくこれバレエ制覇っていうのかな、バレエをしながら弾くけれども、バレエなんかしない方が楽ですね。せずに弾けますからね。でここで風景が変わります。ここからは子供のちょっと憂鬱なところが、でもこれは上が旋律ではなくて低音ミフレド、このミフレド、これが大事な旋律になります。それをちょっとだけ上がミレドと早くなぞります。下に下がっても低音はミフレド、同じ旋律、ミドラララララシパパパン。ここは何もないんです。ずっと同じことを繰り返してます。僕ちょっとだけ低音をね、ギターに合うように書き直してますけれども、こういう同じリズム、ただ四分音符とこんなのを繰り返してるだけ。これは退屈だからって言っていろいろ面白いことをしてもいいんだけれども、面白いことってのは例えば音色を変えるとかね。でも子供の時って退屈なこといっぱいありますよね。子供は退屈しないなんて嘘ですよね。もう時間は退屈に溢れていました。だから退屈なところは退屈なまま弾くのがスカラテらしいと思います。で次のこれでもいきなり後半です。でここの僕は時々こうやって左手でピチカートしてでする時もあるけど、こんなことはしなくてもいいですね。ここは低音はミミレレレドドってさっきのミレド引き伸ばして調を変えた形になってる。ここでいっぺんにもう転調してきます。本当にまた子供の優秀というかメランコリー、ここが美しいですね。もう僕が一番好きな弦七の和音の使い方の一つです。これは弦七の和音をなぞってるわけです。これは単調のドミナントの属和音を上に伸ばしたものですね。だから分かりやすくするためにこの高音を入れてる時もあります。僕はね、こういうことすると叱られるかもしれないけどね。
ですごく美しい旋律が出てくるわけです。なんかね、公園で遊んでいてガラスのかけらだとか石の結晶のキラキラするものを手についたキラキラを見つけた瞬間ですよね。もうこれは石を切りながら描いてるとこれだけの音楽だから子供になりきって弾いてみてください。一度弾いてみますから聞いてみてください。